こんにちは。今回はいろいろな水彩色鉛筆のレビューをします。水彩色鉛筆はドライでも水で溶かしても使えるのが油性色鉛筆との一番大きな違いです。それなら水彩色鉛筆の方がオールマイティだから油性色鉛筆なんて必要ないんじゃないのと思われるかもしれませんが、重ね塗りや混色は油性色鉛筆の方が上手にできます。水彩色鉛筆はやはり水で溶かして使ってこそその良さが本領発揮できると思います。水彩の素敵な味わいもさることながら油性に比べて塗り絵が短時間で仕上げられるところが腱鞘炎持ちの私にはありがたいです。こちらが私の所有している水彩色鉛筆です。この水彩色鉛筆は全部で60色揃っています。値段は割と手頃で、ネット通販でセットだけではなく、単色でも販売しているところが多いのが利点です。柄とアクエレルは他の水彩色鉛筆に比べると、ドライでも重ね塗りが容易にできる方だと思います。しかし、水で溶いた方が色が鮮やかになり、綺麗です。水溶けは若干筆跡が残りますが、値段を考えると品質は良いと思います。色合いは全体的に明るく、パステル調の可愛い色が揃っています。次は高級色鉛筆の定番中の定番のこちらです。この色鉛筆もどこの画材屋さんでも取り扱っているので、追加購入に便利です。背景など、広い面を塗るときに便利な 5.3 ミリの太い芯のジャンボサイズも30色揃っています。ファーバーカステルの油性色鉛筆、ポリクロモスに比べると、芯のキメが粗く、ドライなままだと、重ね塗りをすると、粘っこく、少しムラができます。しかし、水彩色鉛筆なだけあって、筆跡を全く残さず、とても綺麗に水に溶け、発色も美しいです。透明水彩絵の具と同様に、水彩色鉛筆も混色しすぎると、色が濁ってしまうので、120色揃っているのは、とても便利です。次は、日本の三菱水彩色鉛筆、ユニ・ウォーターカラーです。国産なだけあって、値段はお手頃で、しかも、品質も、値段の割にはとても優秀です。柔らかめの芯ですが、ドライでの重ね塗りは、ムラになりやすく、特に、緑系の色は、紙への定着があまり良くありません。しかし、アルブレヒト・デューラーほどではありませんが、水溶けはとても良く、発色も綺麗です。ユニ水彩色鉛筆は、ステッドラー、ファーバーカステルに比べると、全体的に大人っぽい、シックな色合いです。安くて、品質が良い水彩色鉛筆ですが、ただ一つ、残念なのは、色数が36色しかないことです。ガランダッシュのスプラカラーソフトは、発色と水溶けは、アルブレヒト・デューラーに劣りますが、このブランドにしかないニュアンスカラーがあります。ガランダッシュのプリズマロは芯が固めなので、細かい絵柄を塗るときに便利です。ドライで使用する場合は、水彩色鉛筆の割には重ね塗りができます。でも、値段と品質のバランスを考えると、あえてこれを選ぶ必要はないかな、と正直思います。次は、チェコのブランド、コヒノールの水彩色鉛筆です。プログレッソは、クーピーみたいに、すべてが芯でできています。太いので、背景のような、広い面積を塗るときに便利です。でも、あまり頑丈でないようで、簡単に折れました。コヒノール、モンデウス水彩色鉛筆は、固めの芯です。
水溶けはいいのですが、割と筆跡が残り、発色もいまいちな感じです。丁寧に重ね塗りして仕上げていくタイプだと思います。コヒノールの色鉛筆は、水彩と油性、どちらも塗っている時に粉が出やすいのが、私はあまり好きではありません。次は、スタビロのオリジナルです。商品名に水彩色鉛筆とありますが、水彩というよりは、少しばかり水にも溶けるという程度で、筆跡がしっかり残ります。この色鉛筆は、芯のキメが細かくて、ドライで使用すると、本当に滑らかな使い心地で、重ね塗りもできるので、私は、もっぱら水に溶かさないで使用しています。次は、ダーベントのグラフティントです。水溶性の鉛筆に顔料が入っているので、すべてがくすみ系の渋い色です。グラフティントは、色鉛筆だけではなく、水彩絵の具のようなハーフパンに入った12色セットも販売されています。直接筆で塗ることができます。水で伸ばした感じは、鉛筆タイプよりも少し不透明度が高いような気がしました。次は、私の一番のお気に入り、ダーベントのインクテンスです。インクテンスは、ドライのままだと、くすんだ色ですが、水で溶かすと、インクのように鮮やかに発色します。ただ、一般の水彩色鉛筆とは違って、インクを固形にしたものなので、もたもたしていると、色をきれいに伸ばすことができず、慣れが必要な画材です。一度乾くと、耐水性に変わるので、透明セロファンを重ねるように、簡単にレイヤー塗りができます。インクテンスブロックというソフトパステルのような形のタイプも売っています。塗り絵には、そのまま使うよりも、筆で溶かして塗る方が便利だと思います。今回レビューした水彩色鉛筆を使って、色塗りをした本の紹介をします。この本は、紙は薄いですが、透明水彩で、たっぷり水を使っても大丈夫でした。正直言って、この本は今までで一番相性が悪いというか、私にとっては塗りにくい本です。インスタなどで他の方がとても素敵に塗っているのを見て購入したのですが、すっごく難しかったです。まず、絵柄がものすごく複雑で、何が書いてあるのか理解するのが大変でした。この作者の個性である、ぐにゃりと歪んだ空間の描き方は、二日酔いの時に見たら、ちょっと気持ちが悪くなりそうです。
1ページくらい自分で納得できるページを作りたいと頑張って塗ってみたのですが、結局それは果たせず諦めました。この作者の塗り絵本は他にも2冊あるので、ご興味がある方は概要欄に情報を貼っておくのでチェックしてみてください。2冊目はこちら。タイトルに偽りなし。本当に30分くらいでサクッと塗ることができます。可愛い絵柄なので、明るい色が揃ったステンドラーのカラーとアクアエルがぴったりです。ベタ塗りするだけでも可愛く仕上がると思います。最後の一冊はこちら。イラストレーター、コリン・トンプソンの塗り絵です。グレースケールの塗り絵です。とっても美しい、細かいイラストです。いろんなところに、ジェリーさんのお家のような、ドアや窓があり、小さな生き物が潜んでいます。色塗りしないでも、ルーペを使って、ずっと眺めていられます。細かいので、塗り終わるのには時間がかかりますが、いろんな発見があって楽しいので、全然苦痛ではありません。あらかじめ影が描いてあるので、ベタ塗りだけでも綺麗に仕上がります。
この本はとてもお気に入りなので、いつの日か全ページコンプリートしたいと思っています。以上、水彩色鉛筆と塗り絵本の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。